はい、今回は IK マルチメディアのフィジカルモデリングドラム音源、モドドラムについて解説していきます。世界中で大ヒットとなったフィジカルモデリングベース音源、モドベースに続くモドシリーズ第2弾ということになります。その仕組み上、容量も軽く、必要なディスクスペースは12ギガ程度です。なお、金物系はサンプルが使われているとのことで、おそらくこの容量の大半を占めていると思われます。では、サンプル楽曲を用意しましたので、まずはサウンドを確かめてみてください。ソロでも聴いてみましょう。はい、サウンドの特徴は非常に素直な出音で、作り込みがいがあるといった感じです。そもそもこれがフィジカルモデリング、つまりシンセとして鳴っているということが驚きですね。もちろんモドドラムに収録されているサウンドはこれだけではなく、たくさんのプリセットが用意されています。モデル画面を開くと、各キットプリセットがビジュアルとともに表示されます。他のものも聞いてみましょう。例えば、ジャジー。プリセットのロードには若干時間がかかりますが、それでもフルで読み込んでいると考えれば早い方だと思います。はい、聞いてみましょう。はい、このような感じで、サウンドのバリエーションも幅広いということが伺えます。入手されましたら、ぜひ他のキットも聞いてみてください。左上のプリセットメニューからは、後にご紹介するカスタマイズやミキサー等を使って作り込まれたプリセットを選択することができます。これらをベースに自分で改変を加えたら、もちろん新規のプリセットとして保存することが可能です。上のセーブボタンを押して名前を付けて保存します。次にカスタマイズ画面を見てみましょう。このようにキットの裏面の画像が表示され、各ドラムを選択すると音が鳴って選択状態となります。同時に上に別のキットの動詞のドラムが表示されますので、それらを選択することでオリジナルのキットを作成することができます。また、キットプリセットにはないドラムを追加することもできます。左上のエディットキットボタンを押すと、現在は使用されていないドラムが表示されます。いずれかをクリックすると、グレー表示が解除され、キットに組み込まれます。キットから除外したい場合は、右クリックして Enabled のチェックを外します。さらに目的のドラムを選択して、右上のエディットエレメントボタンを押すと、非常に細かいカスタマイズが可能となります。左がドラムを形成する各パーツの材質や形状、右にはパーツごとの設定項目が並びます。下はタムへの共振やルーム、オーバーヘッドに含める音量を設定するセクションです。スネアを例にいくつか調整してみましょう。ミディキーボードなどで音を鳴らしながら調整するとやりやすいです。まずトップの材質。クリア、ブライト、コーティッドは温かみのある印象ですね。そしてシェルのエッジの形状。こちらはアタック感などに変化があります。右側に移って最も重要な項目ともいえるチューニング。右に回すほど高くなります。左に回すほど低く。曲に合わせて調整しましょう。ダンプは余韻をコントロールします。右に回すほど短く。左に回すほど長くなります。ダイアメーターはドラムの直径です。こういった設定ができるところがフィジカルモデリングの面白さですね。小さくするほどアタック感が増しますが、同時にチューニングも変わりますので、チューニングと合わせて調整しましょう。デプスはシェルの深さです。深くするほど低域が出てきます。テンションはスナッピーのテンションで、右に回すと締まり、左に回すと緩みます。これはボトムのボリュームを上げた方が分かりやすいです。緩い方がスナッピーの振動が長くなりますね。このような調整をキック、そしてそれぞれのタムで行うことができます。
ちなみにタムではタムグループエディティングをオンにしておくことで、現在のタムのエディット内容が他のタムへも反映されます。続いてプレイスタイル画面を見てみましょう。プレイスタイルではドラムの打点や強さ、スティックの材質などを設定することができます。スネアの絵の中に L、R という円がありますね。スネアは通常左手で打ちますので L がメインになると考えてください。ちょっとやってみましょう。外側に動かすほど広域が張り出してきて、真ん中に近づくほど丸いふくよかな音になります。右が登場するのは主に連打の時ですので、左よりもやや右に位置させておくと良いでしょう。L、R それぞれのエリアは指定した打点の精度を表しています。広くするとランダマイズのようになり、打つたびに様々に音が変化しますが、あまり広すぎると安定感のない演奏になります。右側に移ってスティックの形状と材質を指定してみましょう。これはアタック時の帯域特性に影響します。ノーティップでは低域寄り、ティアドロップナイロンでは広域寄り、ティアドロップウッドはその中間です。それぞれのボリュームは右手と左手の音量差をつけたい場合に使用します。あえて一方を極端に上げて連打してみましょう。ちなみにモドドラムでは左手と右手はキーマップで振り分けられており、左手が D1、右手が D3 ということになっています。このように差がついていますね。あまり差をつけすぎると不安定になりますので、ニュアンス程度にしておくといいでしょう。このような設定をタムでも行うことができます。キックは少し違っていて、ペダルの踏み方とビーターの材質を設定します。ヒールアップは一般的な踏み方で、力強く踏み込めるため、キックの広域から低域までまんべんなく出てきます。一方でヒールダウンは柔らかなタッチとなり、低域は少し弱まります。ビーターにはフェルト、プラスチック、ウッドの3種類があります。フェルトは最も一般的なタイプで、あらゆるジャンルで使用されます。バランスの良いサウンドですね。プラスチックはフェルトに比べて広域がはっきりと出てきます。メタルなどラウドなジャンルでキックを埋もれさせたくないといった場合に便利です。ウッドはフェルトとプラスチックの中間といったところです。次はルーム画面です。こちらは見た目の通りドラムを演奏する空間をチョイスすることができます。それぞれ聞いてみましょう。このようにデッドな空間から大きな残響が残る空間まで雰囲気が随分変わりますね。なお、右に隠れているフェーダーを表示して、ルームの音量を調整することもできます。これは後に触れるミキサーのルームチャンネルのフェーダーと同じものです。というわけでミキサー画面に移りましょう。ミキサー画面では各ドラムのバランスを整えたり、エフェクトを適用したりすることができます。各チャンネルには上から8バンドのイコライザー、4つのインサートエフェクトスロット、2つのセンドコントロール、パン、フェーダー、アウトプットのルーティング、ミュート、ソロ、フェーズインバートボタンが備えられています。インサートエフェクトはマウスオーバーで上下矢印が表示されますので、ここをクリックするとエフェクト選択メニューが表示されます。このように多彩なエフェクトが揃っていますね。目的のものをクリックするとインサートされ、エフェクトをクリックするとエディット画面に入ることができます。4つ並べで操作できるのもいいですね。もちろん使わないものはオフ、あるいは×ボタンで削除することができます。センドコントロールは左の電源ボタンでオンオフ、右のつまみでセンド量を調整します。なお、このセンド先の FX チャンネルはどこにあるかというと、右の FX ボタンをクリックすることで表示されます。こちらにも通常のチャンネルと同じ機能が備わっていますね。アウトプットでは、マスター、バス、DAW を選択することができます。バスは複数のトラックをまとめて処理したい場合に有効で、
現在はバス1とバス2が設けられていますが、アドバスでさらに追加することも可能です。送り先のバスは画面右のバスイズボタンで表示することができます。DAW を選択すると、パラアウトして DAW 側で処理する際のチャンネルが表示されます。この中から任意のものを選択し、DAW 側で受けることとなります。さて、ミキサーにはこのように各ドラムごとのチャンネルがありますが、オーバーヘッドとルームが見当たりません。これらは画面右の OH ルームボタンで表示することができます。オーバーヘッドとルームを表示すると、各チャンネルの鮮度表示が OH とルームに切り替わります。ここでも送る量を変更できるわけですね。もちろんこれらはエディットエレメントの同様の機能とリンクしていますので、どちらを操作しても同期されます。続いてグルーブス画面を見ていきましょう。ここではモドドラムにあらかじめ収録されているグルーブ、つまりドラムの演奏パターンを検索し、使用することができます。左からジャンル、曲のセクションを指定するカテゴリーズ、右手で何を叩くかを決めるリーディングハンド、小節の長さを決めるレングス、表紙を決めるシグネチャーという順に絞り込んでいくことができます。例えば、ロックまたはポップ、サビにあたるコーラス、右手はオープンハイハット、4小節または8小節、そして4分の4拍子といった具合です。絞り込んだグルーブの中から任意のものを選択し、左の再生ボタンで視聴・停止することができます。なお、この再生はすべての画面で表示される下の再生ボタンでも可能ですので、グルーブを鳴らしながら音を調節するといった際に便利です。シンクボタンを押すと右側で設定した BPM と同期し、Sync to DAW で DAW 側の小節に同期させることができます。ちょっとやってみましょう。ハーフテンポや Y テンポへの変更も可能です。気に入ったグルーブには星印を点灯させておきましょう。上の星ボタンでお気に入りのみを表示することができます。グルーブが決まったらドラッグ&ドロップでトラックに貼り付けて使用します。さて、これで大体の画面の説明は終わりましたが、最後にもう一つ面白い機能を紹介しておきましょう。MIDI-CC を使ってハイハットやスネア、タムのプレイスタイルをコントロールするというものです。右上の歯車ボタンから入り、コントロールに切り替えます。最初にハイハットの画面が表示されますが、ここではハイハットの開き具合を MIDI-CC でコントロールする設定を行います。Enable Aperture Continuous Control をオンとし、どの MIDI-CC でコントロールするかを決めます。ここではモジュレーションにあたる1番としてみましょう。ハイハットを連打するサンプルをご用意しましたので、ここに MIDI-CC を書き込んでみます。再生してみると、だんだんと開き、だんだんと閉じるという動きになりました。このモードがオンの状態では、鍵盤の種別でオープン、クローズを指定できなくなり、常に MIDI-CC によるコントロールということになりますので、ご注意ください。スネア、タムについては、ポジションコントロールということで、打点の位置を MIDI-CC で動かすことができます。ここではエクスプレッションにあたる CC11 としてみます。こちらもサンプルで確かめてみましょう。このようにエクスプレッションを書き込んで再生してみると、値が低いと中央寄り、高まるにつれて外側寄りのサウンドに変化しますね。このモードがオンになっていると、打点の位置はこのコントロールが優先となりますので、こちらもご注意ください。いずれも演奏中に細かく奏法を変更したい際に便利ですね。はい、以上、モドドラムの基本的な使い方と魅力をお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。史上初のフィジカルモデリングドラム音源ということで、容量やメモリが軽くなると同時に、これまでにないユニークな設定も可能となっていましたね。一見マニアックなようですが、いじり始めると本当に楽しく、実用性も高いと感じました。興味のある方はぜひ使ってみていただければと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。